こんちは。4G 初めから攻略パート24です。前回は G2 キークエの攻略を進めました。今回は後半のキークエ攻略に備えて装備の更新を進めていこう。この辺から G 級でも1000級の装備が作れます。道のりは遠いですが、頑張っていきましょう。じゃ、やっていきますか。最初の相手はディアブロスアシュをやっていきます。前回、原種はささーっと流しちゃいましたので。アシュの素材は武器更新の鍵になる。数戦は通うことになりそうだ。特に角ですね。しっかりへし折っていきましょう。お、いたぞ。相変わらず真っ黒で威圧感あるな。産卵期のメスの警戒色ですね。色を見なくてもディアに近づく生物は少なそうですが。でもオープニング映像ではドスガレが原種に突っ込んでたりしたからな。原種が保護色寄りだから意外と小づかれたりすること多いのかもね。オープニングのドスガレは自己主張してましたね。結構無鉄砲なタイプなんでしょうか。まあ、ハンターの盾でぶん殴られてひるんでましたが。早速潜った。こいつの攻撃力めちゃくちゃ高いんだよね。ヒイカリでも半分くらい削ってきます。当たり前ですが無理はできません。保険の意味でも早めに角壊したいな。アシュはサブタゲが角破壊だから都合いいよね。周回する主な理由は角の入手になるでしょうしね。黒巻角が少なくとも4本は欲しいです。G2 時点のディアブロ武器は倍率が飛び抜けていて制作も難しくなくおすすめですね。G 級があるディアブロ武器は毎回優秀だよな。やはり倍率が高いのは正義だよね。特に 4G は一撃が重い武器種が優秀ですからね。多少の取り回しの悪さは気になりません。セカンド G やトライ G と比べると極端な強さはないけど 4G でバランスよく調整された印象だね。アーティラートもレイテンもちゃんと強い無属性武器になってる。新しく登場したチャークのジオブロスも優秀ですね。最終的には赤ムで良くなりますが。今パートはサムネにもなってるアーティとそれ用の3種耳栓防具の製作をやってくよ。ディアブロ武器の最終強化には太鼓竜骨を使うので多くの場合 G3 となるのですが、体験だけは G2 段階で強化できてしまいます。これは意図的なのか調整ミスなのか。全体的に素材もかなり軽いんだよね。レア素材枠も広角と大流力1個ずつで済むし。アーティの強さは発売当時から認知されてたけど、作るの簡単なの素晴らしいよな。G2 は火の国が控えてますからね。あれの前に作れるのはありがたいです。そんなわけで先行で止めまして、頭殴らせてくれな。こいつ、ほっとくと突進ばっかりしてるから先行持ち込まないと時間かかりがちだね。スタン耐性は低いので、足を止めてしまえば角の破壊は難しくないですね。上出1回で1段階折れないか。ちょっと瓶が逸れちゃった感じか。転倒した逆側から撃てばフルヒットしそうでしたが、流砂の上では撃てませんしね。砂漠夜のここは大きな流砂があり、この上ではとてもじゃないですが戦えません。仕組みとしては天空山の頂上の傾きと同じかな。ずっと後退し続けちゃうやつね。幸い、流砂以外の平地は広めだから、そちらに誘導して戦っていくぞ。アウチ。潜り以降だったので、ダメージ少なくて済みましたね。突進にもいくつかのパターンがあります。で、飛び出しにも何パターンかあるんだよな。すぐ反転して突進したり、油断ならない。突進そのものは GP しちゃえばいいんですが、距離が空いてしまって反撃ができないんですよね。結果、突進連打になりがちです。こんな風に、せめて GP を確実に入れるようにしたいね。これは角破壊しない場合も同様だ。肉質自体は腹がかなり柔らかいですからね。スタンに潜り込めば切り放題です。角は破壊完了しました。あとはダメージ優先で殴っていきましょう。いいね。近接で角を折りやすいのはチャークの特権かも。昔は壁に刺して氷武器で殴るくらいでしたね。スタンを取ろうにも頭の打撃耐性かなり高かったです。チャークは切断であり肉質無視であり、スタンも狙えます。器用万能とはよく言ったものです。4G でも頭の打撃肉質硬いままなんだな。切断より打撃の方が効きそうな気もするけど。まあ、ディアブロに限らず、4系列は全体的に打撃の肉質硬いですからね。ハンマーが火力を出しづらいのが物語っています。ハンマーって基礎性能自体は特に下がってないのに肉質で損してる感あるよね。ですね。オンラインと相性が悪いのもありましたが、ソロでも別に担ぐ必要性を感じません。おや、これは移動か。わざわざ走ってから潜るんだな。
確かに、ちょっと夜風を浴びたい気分なんでしょうか。ただの足踏みがこのダメージ。この巨体ですから、しかし疲れてますよ。リア系の疲労はめちゃくちゃ弱体化するね。何をするにももたつく感じ。通常時は走ってばっかりだから反動がすごいな。上出から何からやりたい放題できますね。で、潜りました。このための音爆弾です。ほら、出てこい。疲労時の音爆は15秒くらい拘束できます。弱点の首や腹が狙いやすくなるので大チャンス。ここで頭を狙うこともできるね。角破壊が苦手な場合は疲労を待つのも手だ。で、すかさず先行にシフトしまして抜けた後に墜落させます。リア系の音爆弾、先行コンボは伝統だね。これは通常時でも有効だ。調出も再度決めまして、順調に削れてそうですね。確か、原種は15分くらいかかって討伐でしたが、亜種はどうなるでしょうか。リアに関しては亜種の方が早くなりやすい気がする。原種はマジで突進ばっかりだったからな。あ、この感じ移動でしょうか。サボテンでも食べるんですかね。いや、普通に岩地の方に行きそうだぞ。あっちはサボテンないはず。とりあえず追いましょうか。さてと、そろそろ疲労も解ける頃かな。また潜ってくれれば嬉しいんですが、どうでしょう。とりあえずこけてはいるぞ。よくこける気がする。足の肉質は35なので、微妙な通りですが、耐久値は低めなんでしょうかね。旧作は足30だったから、それと比べるとちょっと柔らかいんだな。で、疲労は解けちゃったか。好き放題してたから、だいぶ怒ってそう。疲労中のダメージもちゃんと怒りにつながるので、怒る気力もなかったんでしょうね。まあ、疲れてる時って感情を動かすのも疲れるからね。楽しいことも辛いこともする気なくなるよな。確かに、仕事終わりって何もする気なくなりますもんね。モンスターの疲労状態、深いです。さ、また先行からの飛び出しだ。これは頭上を越させて対処してるよ。アプケロスが事故りました。周りなんてお構いなしな感じです。だが、それを咎めるのがこの GP よ。よくスタンするなこいつ。ブラキとかもそうですけど、肉体派のモンスターは絡め手に弱い傾向がありますね。罠、先行、スタン、全部よく効いてます。よいしょ。おお、尻尾いけましたね。中尾行も重要なのでいいですよ。ほんで、そのまま休眠だね。理想的な展開だ。これは、周回も気楽にできそうですね。すやすや寝てるね。こいつもここが寝床なんだな。ここ、全大型が巣にしてて、縄張り争いやばそうですね。しかも、すぐそばに奈落あるしな。卵とか落ちたら大変だぞ。さ、そんな縄張り事情をよそに、ディアーシ、オツでした。おーし、じゃ報酬行ってみよう。あ、黒いアイコンだけですね。黒巻ツノが出てくれました。大地をうなつ合格は前回揃ってるからね。堅牢な方が欲しかったんだよ。さてと、じゃあ、とりあえず亜種を周回して、最初の強化素材を集めてきましょうか。オーケー。それじゃ、揃えるまでカットします。おーし、これで揃ったぞ。結局、クロディアは2体くらいしか倒してませんね。それで、まずはこれですね。ハブーブの強化版、デザートローズです。ネックだった白ゲージがかなり伸びて、麻痺属性値も2割くらい上がったね。攻撃力は平凡だけど、総合的にはガツンと強化されたぞ。少なくとも反逆の順符の出番はなくなりますね。汎用チャークとしては、現時点で最強クラスです。さて、これでキークエ攻略もできますが、アーティ装備のために寄り道をしていきます。防具作成のために結構いろいろやらないといけないよ。まずはカロリー高めなやつから行こうかな。さあ、探索を回してギルクエ派生させてきたぞ。時間かかったな。やるのはこれですね。G 級ガルルガです。まずはガルルガ X メールの制作を目指します。ガルルガ X 銅は、聴覚保護5、切れ味に、達人にスロ2と、はちゃめちゃに強力な防具です。性能もいいし、見た目もいいよね。上位まではガルルガの広角そのままって感じだったけど、G 級になるとマントがつくよ。4G の強い G 級防具ってマント多いですよね。ウカムとかカイザーもマントでした。これって技術的に揺れを表現できるようになったから多くなったらしいね。確かに、昔の作品では防具の布感ってあまり感じられなかったかも。3DS は表示解像度こそ据え置きハードに劣りますが、
中身はちゃんと進化してるんですね。ただ、マントを得るには G 級ガルルガを狩猟せねばなりません。このクエスト、地形的には微妙だったからな。集中していくぞ。板は、よりによって紫が処刑地なんだよな。流差があるパターンなんですよね。素材集め以外では通いたくありません。はい、何もしてないのにダメージ食らいましたと。挙動が不自然すぎるだろこれ。突進を途中でキャンセルしてるんですが、編集でカットしたかのようにぶつ切りになります。突進自体もノーモーションなので機械みたいな動きになってます。ゲーム全体として生態表現に力を入れてるのに、こいつの調整だけものすごく浮いてるんだよね。まあ、もう慣れたからいいんだけどさ。とりあえずノリダウンからスタートですね。強欲が欲しいので翼を殴っていきます。ガルルガの翼は V 破壊以外で全然出ないからストッパーになりがちだね。一戦やるだけでかなり疲れるから、確率に嫌われるとしんどいぞ。倒すだけなら話は別なんですけどね。翼が殴りづらいので高速を使わざるを得ません。その分火力を出せる時間が減るのでどうしても長引きがちです。で、問題の怒り状態だね。とりあえず回復したい。怒り状態は一回吹っ飛ばされるとそのままはめられかねないですね。ひたすら突進キャンセルからの行動をしてくるよ。ついばみ、尻尾回転、くちばし叩きつけの3種類だね。このうち、ついばみは一切差し込めないからスルー。尻尾回転は回復に当てられるね。唯一、くちばし叩きつけは攻撃チャンスになりますね。火星1があれば GP 反撃が可能になります。なんだけど、ここは地形が荒れすぎるから、とりあえず移動するのを待ってるよ。流砂上でスタンでも取れたらもったいないですからね。1回あたりの攻撃機会を大事にしたいです。段差だらけのところだと移動すらままならないしな。頼むから早くエリチェンしてくれ。さあ、盾強化も切れかけです。いろいろと体勢を整えたいですね。お、移動してくれた。それを待ってた。移動先はオカイリアになります。追いかけましょう。よし来たぞ。ここは開けてるからやりやすい。面倒な小型もいませんからね。なるべくダメージ取っていきたいですよ。いい狩りだと狙えるのはブレスくらいだから、早く怒ってほしいな。怒り状態の方がチャンスが増えるのはあるあるですが、ガルルガはだいぶハイリスクですね。ガルルガの怒りはとにかくスピード強だね。補正は 1.26 倍だってさ。強化幅としては比較的高いくらいですが、なんせ元が素早いですからね。怒り以降来たぞ。あとは行動運次第だ。とりあえず適正な距離からくちばし叩きつけしてくれ。それ以外は何もするな。下手に手を出すとほぼ反撃もらえますからね。ビンタメ以外では殴る意味も薄いです。と言いつつ、ここは尻尾殴ってるが、尻尾はまだ攻撃してもいいかな。ただの尻尾回転に毒の追加効果ありますからね。リーチを短くするのは有効です。いてて、ちょい近づきすぎたか。しかし、今度は間に合ったぞ。これは放出が確定で入る。 V 破壊しつつ、スタン取れました。スタンは短いものの頭を殴れる貴重な機械です。ただ、まだ翼が壊せてないのが気がかりだな。次あたりのスタンでは翼に行かないと。あ、これは恐竜開口ですね。面倒なことになりました。すぐ石を研ぎたいところだけど、スタン後の攻撃スカったからビンタメ優先しとこ。ガルルガの恐竜化はスピードの揺らぎが一切マイナスにならないそうです。つまりは常にターボ状態です。全モンスターで一番頭がおかしいと言えるでしょう。救いとしては解除値が低めになってることだね。一応開発的にも強い部類の恐竜化ではあるらしい。やることは通常時と変わらず、叩きつけだけきちんと反撃を取っていけば OK だよ。叩きつけに反応できる位置に常にいることが大事ですね。実際反応できるかは別として。GP を置いとく動きは恨みになることがあるから、叩きつけを見てから反応しないといけないからね。まあ、できないとクリアは絶望的だからやるしかないんだけどさ。で、尻尾が切れまして、どうやら疲労してるようですね。疲労か。この通り一瞬で回復するからどうでもいいんだよね。本当に生き物なのかこいつは。恐竜化モンスターは疲れやすい代わりに疲労時間が短くなるらしいです。よりによってガルルガは復帰が超早いです。疲労が長ければまだメリハリあったんですが。対処法はさっさと解除する。これだけだよ。とにかく前のめりに攻撃するしかない。その一方で常に回復を怠らないことですね。ボツって石が切れたら目も当てられません。装備が強いからまだなんとかモチベが保てるな。ガルルガ防具は本当に優秀だからね。
銅を倍化するだけで耳栓発動ですからね。どんな武器種でも有用です。切れ味2とスロ2もかなり偉いんですよね。適当に組んでもそれなりに強い構成になります。アイスボーンでも強かったもんな。こいつの防具は一生強そう。ガルルガベータの足が強いんですよね。あらゆるビルドに入ってた印象あります。ワールド系は一度だけ一からやり直したことあるんだけど、導き入ったあたりで放置してたっけ。もういろいろ忘れちゃってそうですね。アルバ以降のアップで PS4 時代以来じゃないですか。またいつか、やる日が来るかもな。お、解除できたわ。ちょっと無理やり感あったけど。ここもチャンスです。すかさず兆候を打ちます。そのままスタン来ました。ダメージは取れてますね。今のうちに翼殴っとこ。壊せないと攻力ほぼ出ないからな。一応、剥ぎ取りで 3%、落とし物で 15% ですが、当てにできませんね。そのうち壊せるでしょ。引き続き慎重に行こう。その後、無事翼は壊せましたが、また恐竜化しております。そろそろ終わってくれないかな。あ、ようやく麻痺入ったよ。これは大チャンス。ガルルガは妙に麻痺耐性が高いんですよね。ほら。終わった。本当に疲れるなこいつは。タイムは13分台でしたね。早くも遅くもないです。さて、報酬チェックだ。求めるのは翼のみ。破壊報酬で1個以上出る確率は 85% です。果たしてどうか。はい、出ませんでしたと。私が何をしたって言うんだ。しゃあないっすね。銅を作るための強欲4つ、また周回しましょう。もたもたしてるとレベル上がって強くなるしな。あとに3クエで頼むわ。さて、それからほどなくして、無事にガルルガ素材は揃いました。これで残すアーティ装備の素材は一つだ。今度は村 G 級限定のクエになるよ。依頼元は受付嬢になります。とりあえず聞いてみましょう。というわけで、白一角竜、モノブロス亜種だね。ちなみに、受付嬢以来のクエスト群については、以前あった上位金レイヤの続きとなります。G1 でケチャワチャーシュを狩猟すると、モノブロ亜種が受けられますね。村の G 級クエは各キャラごとに独特な派生するよね。モノブロ原種と亜種は別の人から依頼されるよ。んで、亜種は特にムービーとかはないから、サクッと角を打ってやりますか。いましたね。ディアーシュとは対照的な退職してます。こいつ、登場作品は少ないけど、それだけに特別感あるよな。最近のモンハンプレイヤーは馴染み薄いと思うけど、初期作品からやってるから思い入れあるな。この子はホワイトディザスターの印象が強いです。水吹きになぜか素材が使われてました。4G 以外、モノブロスは G 級個体はいないんだけど、そのおかげで素材の需要はあったよね。
しかし、原種の非属性ついてたりしたけど、属性と縁があるようには見えないよな。属性を持つ素材と相性がいいのかもですね。で、肝心の戦闘面についてだが、攻撃力が高くて素早いから強いことは強いね。少なくとも上位の原種のイメージを持ってるとかなり手強いと思います。ただ、いかんせん防御面が薄くて、その強さを発揮する前に終わっちゃうイメージかな。村仕様だから体力もかなり低くて、数回大きなチャンスを作れば終わっちゃうよ。一応、ディアブロスと差別化はされてるんですけどね、村にしかいないのは設定的に仕方ないですが、気をつける点としては、やはりこの初期位置でしょうか。もうガルルガのクエで見飽きましたね、これ。ここ、攻略本に即座に移動させようって書かれてるよ。戦いづらさはお墨付きだね。この辺とか、段差めちゃくちゃ邪魔ですね。攻略本では、爆弾で整地しようと書かれてます。わかるけど、そこまでするかって思って少し草でした。しかし、ちょっともったいない戦いしてるな。3回も拘束したのにかなり無駄にしてる。できれば、角はさっさと壊したかったんだが。ちなみに、作ろうとしてる防具は、モノデビルヘルムです。匠2のスロット3ですね。スキルポイントはちょっと寂しいですが、現段階では貴重な匠がつく G 級装備です。堅牢な白銀の角を使う装備で言えば、モノデビルより土天の銅の方が有名だよね。G3 になったら土天テンプレも見えてくるね。いよいよ G 級も深まってきたな。ですね。快適に G3 に上がるためにも、まず足元を固めていきましょう。とりあえず、ちゃんと回復だけはしておこう。一撃は重いからな。うおー、勝ち上げられた。なんか相手もダウンしてるけど。角を折る前は、勝ち上げる効果があるみたいですね。普通に串刺しにならないだけマシですか。そういえば、モノブロの登場ムービーでは、ゲネポスも刺さらずに突き上げられてたね。構造的に意外と突き刺すのは難しいのかもしれん。脅威であることは変わりないですので、さっさと折っていきましょう。あ、麻痺いただき。これは角狙いのチャンスだ。頭をめがけて。いいですね。とりあえずサブタゲ達成です。あとは倒すだけ。モノブロの麻痺は長めなので、上質を打つ時間ももらいました。麻痺武器は相性いいね。腹と尻尾殴り放題だ。こりゃ、このまますぐ終わっちゃうかな。まだ油断するには早いですよ。不平。今の、悪空間っぽくないっすかね。体力が回復しないと。まずいまずい。こいつの突進は絶対のけぞるんだった。この直線突進は威力値100となっており、盾強化、惰性に GP でものけぞり台になります。そもそもガードしてはいけませんね。危ない。お願いだから回復許して。許された。油断してるから、ちゃんと最後までお願いしますよ。あ、でも疲労入ったな。こうなりゃこっちのもんだ。疲労、割と早いですね。ディアブロより早い気がします。突進の威力とか、ディアブロスに勝る部分はあるけど、スタミナとかは劣ってるのかもね。で、そのままスタン入りましたと、今度は尻尾から調質を入れてやろう。5瓶の調質です。ものすごいダメージが入ります。あと、調質2回くらいで倒せそうな気がするぞ。何の目算かわかりませんが、確かに体力的には終わりそうです。あ、潜りましたね。オトバクチャンスです。あら残念、エリア移動だったわ。こけちゃったね。じゃあ調質行かせてもらうよ。ほら。気持ちいい。ナイスフィニッシュです。タイムは8分半くらいだね。角も尻尾も壊せたし、うまくいったな。モノデビルヘルムが揃えば、アーティ装備の完成だ。お披露目が楽しみだぜ。素材の要求数は多くないですが、1回で揃うといいですね。じゃ、まずは受付嬢に報告しましょうか。無事、彼女のメモが認められるといいのですが。認められたら、旅団抜けちゃうのかな。応援したくもあるが、寂しくもある。よし、とりあえず依頼は達成。
じゃ、加工屋を覗いてみよう。モノレビルヘルム、一発で作れるでしょうか。おお、作れるやん。これでアーティ装備が組めるぞ。素材、ギリギリ足りてますね。よかったよかった。じゃあ、今パートの締めとして装備を作成していきましょう。よし、あとはこいつを。運強い。攻撃力1536。巧で紫20が出ます。G2 段階どころか、G 級全体を見ても3本指に入る性能してます。これができちゃったら、しばらくは他の体験いらないね。それじゃ、一式で見ていこうか。一式ではこうなりましたね。体験3種に耳栓を追加したものです。なお、これは G2 段階での仮組みなので G3 になったら更新する予定でいます。アーティを使う上での最低限って感じだね。それでもぶち抜けて強いんだけど。それにしても体験3種か。ここ数年はもう使わない言葉だよな。今だと必須スキルは集中くらいですかね。集中も一部切ったりするそうですが。ともあれ目標達成です。結構長かったですね。だね。次回は早速この装備を使っていくよ。いよいよあれに挑戦ですね。アーティラートの初陣としては最適です。それじゃあ、締めに入ろうか。ほい。というわけで、アーティ作成会でした。動画では1パートにまとめてますが、結構いろんなモンスターと戦ったので時間かかりましたね。だね。ガルルガのギルクへ派生させたり、他にも装飾品のためにモンスター買ったり。でも、無事揃ってくれてよかったよ。アーティが作れるなら、労力も惜しくないしな。そうですね。ですが、武器は振るわないと意味がありません。次回、いよいよ火の国か。腕が鳴るな。 G 中盤の山場です。しっかり決めていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。